はいどうも、きみまろです。今日は以前公開しました MacBook Pro 13インチ、こちらをね購入して3ヶ月が経ちましたので、3ヶ月使ってみての率直な感想、レビューっていうのをお話ししてみたいと思います。以前使っていたのはこちらの MacBook Air の11インチだったんですけど、これからこちらのMacBook Pro 13インチに買い替えたわけですけども、買い替えたいきさつであったりとか目的とか、そういうのは MacBook Pro 13インチのその購入動画の方でご覧いただければと思うんですけど、基本的には動画編集マシンとして購入したかったので、動画編集がストレスなくできること、持ち運びがしやすいということと、あとは予算は30万円以内というところで考えていました。実際購入したのがこちらの MacBook Pro 13インチのスペースグレー、第8世代の 2.8GHz クワッドコアで Intel Core i7 プロセッサ搭載です。タッチバー、タッチ ID 付き、メモリは 16GB 搭載で 256GB の SSD ストレージを搭載しています。で、一応ここねずっとつけてるんですけど、こちらのサンディスクのね 500GB の外付け SSD、 こちらをつけて動画のキャッシュとか動画ファイルとかっていうのはこちらに全部逃がしています。はい、ではね早速こちらの購入した MacBook Pro 13インチの率直な感想っていうのをね述べていきたいと思います。はい、まずね持ち運びやすさっていうのをね第一に考えていたんですけども、なので15インチっていう選択肢もあったんですけど、この13インチを選びました。やっぱね軽いですから、バッグの中身の紹介動画でもご覧いただきましたけど、こちらのバッグの中にもうこれをこのまま入れて、これをほぼ毎日のように持ち歩いてます。持ち運んでも全然苦にならない重さなんじゃないかなと思います。あとねスピーカー、こことここに縦に内蔵スピーカーがついてるんですけども、ここから出てくるね音がねなかなかいいなと思いました。結構ね力強いんだけど柔らかい、ちょっと表現としておかしいかもしれないんだけど、非常に聞き心地がいい音っていう印象でしたね。ちょっと実際にこの今動画に割り当てられている BGM をちょっと再生してみましょうか。こんな感じです。どうですかね。今カメラのマイク越しなんでちょっとねちゃんと伝わってるかわからないですけども、聞き心地はいいスピーカーなんじゃないかなと思います。あとタッチ ID とタッチバーについてなんですけど、これね触れるだけで立ち上げられるタッチ ID、 これはもう毎回のように使うんですけど、タッチバーは正直あんまり使ってないですね。使い慣れてないだけかもしれないんだけど、もっとねちゃんと機能を理解していって使いこなしていったら、タッチバーもね使い心地としてはすごいいいのかもしれないんですけど、今実際何使ってるかというと、ここの音量調整と、消音、これぐらいしか使ってないですね。実際基本的にこのキーボードのショートカットでなんとかなってしまう機能がほとんどなので、なくても大丈夫な状態になっちゃってる。あとねちょっと気になるのはバッテリーの持ちが良くないのかなっていうのがちょっとね気になりますね。充電器を外した状態で、これとは別に30分ぐらい動画の書き出しとか何やらいろいろやったんですけど、その後に見たらねもう30分ぐらいの作業なのに 100% 充電してたのが 80% ぐらいまで減ってたんですよね。プレミアのバッテリー消費量が多いのか分かんないんですけど、結構なんか早く減ってくなっていう印象はありました。あとプレミアを起動したままモニターを閉じて、でバッグに入れておいたら数時間後にはね何もしてないのにバッテリーが 50% ぐらいになっちゃってたんですよね。でスリープが効いてないのかなんか分かんないんですけど、 MacBook Pro って眠り浅いんですかね。なんかね全然スリープしてる感じがなくて、バッテリーが何もしてないでも消費していくのはなんでだろうっていうのはちょっと気になりますね。外付けの SSD をつけてるんですけど、もしかしたらこれが影響してるのかなって気もするんですよね。ちょっとね触るとあったかかったりする時があったりするので、もしかしたらその影響かなとかも思いつつ、これをつなぎっぱなしにしてるのが良くないのかな、これが原因なんですかね。なんでだろう。もし詳しい方いたらコメントで解決策とかね教えていただけたら助かります。はい、そして動画の編集、こちらについて実際に画面を見ながら処理速度とかそういうのをご覧いただければと思います。今これがちょうどまさにこの MacBook Pro を購入した時の動画を編集した編集ファイルです。オープニングでちょっとね立ち上げまで、動画の立ち上がりまでちょっとねもたつきあるんですよね。
特にファイルを立ち上げてすぐ1回目の時は少し再生ボタンを押しても若干のタイムラグがある印象です。シークバーの動きとかも見ていただきたいんですけど、これ立ち上げて、で今1回再生はしましたけど、このシークバーを初めて動かす時、その時はなんかね、わかりますかね。シークバーを持って最初の2秒ぐらい見ててください。最初の2秒ぐらい動画がついてこないんですよね。シークバー動かし始めの時の動きっていうのは若干気になるところではあります。ものすごいテンポよく動画編集したいって言ったら若干引っかかるところではあるんですけども、まあ個人的には許容範囲かなと思ってます。あとこの辺かな、ここのところがこれコマ送りみたいになってるんですけど、実際ここって全然コマ送りとかじゃなくて、もう普通にスムーズに動くとこなんですよね。でここにね、どんな動画を入れてるかというと、GoPro で撮った6分40秒ぐらいの動画なんですけども、途中でこうカーブが入っていて、このカーブは最初は 100% のスピードで動画再生していて、でここのカーブに入ったところで 400% の速さに変えるっていう処理を入れてるんですよね。で、そのせいでプレビューする時に若干もたつきが起こります。あとこの上に載ってる画面ってここも動画なんですよね。画面キャプチャーした動画が載っているので、今動画のレイヤーが背景の僕とこのこたつが犬が映ってる画面、これが1レイヤーで、その上に調整レイヤーを入れていて、その上にこの画面キャプチャーしたこの画面が載ってる3レイヤーで構成された形になってます。でここをシークバーで動かすと、実質さっきとあんま変わんないですね。書き出しスピードをちょっと見てみましょうかね。この動画が約20分の動画で、これをビデオとオーディオの書き出しで、形式は H264 最高レンダリング品質を使用とプレビューを使用、ここにチェックが入った状態で書き出しをしてみます。ストップウォッチで大体の書き出し時間っていうのを見てみたいと思います。じゃあ書き出しをスタート。はい、今書き出しが終わりました。21分11秒ある MacBook 購入動画、こちらが18分22秒で書き出し完了しました。ちょっと他の動画の書き出し時間も試してみようと思います。続いて4分3秒ある Apple Watch の紹介動画、こちらの書き出しが2分47秒08ということなので、約4分の動画であれば3分弱で書き出しが完了しますね。続いて10分22秒あるバッグの中身紹介の動画、こちらの書き出し時間が9分27秒08でした。それぞれの動画の書き出し時間はだいたいこんな感じですね。動画の読み込みスピードなんか見てみましょうかね。はい、ではさっき G7X で撮ってきた 4K の3分程度の動画を直接シーケンスに読み込んでみたいと思います。一回ね、プレミアの方はまっさらにしました。直接シーケンスの方にドラッグドロップしちゃいます。はい、こんな感じですね。4K なんでちょっとカクカクしますね。もともと 4K の動画の編集っていうのはする想定がなかったのであんまり気にしてなかったんですけど、やっぱり 4K の動画編集しようとするとちょっとこのプレビューのカクカクだともたつきは感じますね。プレミアが立ち上がっている状態で他のアプリを立ち上げたらどんな感じになるかちょっと見てみようと思います。まず Photoshop 立ち上げてみます。今 Photoshop 立ち上げてみましたけど、これでちょっと編集もしてみましょうか。今文字打ちしかしてないですけども、特に Photoshop のね使用感にはそんなにもたつきとかもうないんじゃないかなと思いますね。はい、さらに Lightroom を立ち上げてみます。はい、今 Lightroom を立ち上げて画像をじゃあなんか読み込んでみます。
はい、じゃあこれを読み込んでみます。でこれをちょっと編集してみると、編集してて何か引っかかるというかもたつくとかはライトルーム上では全然ないですね。すごいスムーズに普通に編集できます。あと Chrome も立ち上げてみましょうか。はい、今 Chrome も立ち上げてみて、YouTube 今再生してるけど YouTube も特にもたつきなく再生できてますね。このスペックだと Chrome で YouTube を再生しながらプレミアも使えて Photoshop も使えて Lightroom も使えるといった感じですね。はい、以上が MacBook Pro 13インチを購入して3ヶ月間使ってみた率直な感想、そしてレビューでした。さすがにフルスペックではないので、プレビュー時にカクカクしたりとか、ちょっともたついたりとか、そういうのはあったりしますけども、はい、許容できるかどうかはね、ちょっと個人差あるかと思いますので、購入検討されている方は参考にしていただければと思います。気になるところとか不明点とかありましたら、コメントの方で質問をお寄せください。わかる範囲で回答させていただければと思います。個人的にはこの MacBook Pro 13インチ買っておおむね満足しております。これを購入してから動画の編集のスピードは格段に上がりましたし、この前の台北 Vlog なんかは短期間で9本公開したのかな。 MacBook Air だったらさすがにねそうはいかなかったかなと思ってます。この MacBook Pro があったからあれぐらいのペースで更新もできたかなとか思うと、やっぱりねこの MacBook Pro 13インチ買ってよかったかなと思っております。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。動画に対してのコメントやいいね、あとベルマークを押して通知設定などしていただけると動画の更新がされましたら通知がいくようになりますので、よかったら通知設定もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。